今夜のお話はアンデルセンの勇敢な鈴の兵隊です。鈴というのは金属の一つで、食器などの材料として使われているものです。その金属で使われたおもちゃの兵隊の物語です。お部屋の明かりを消して目を閉じて聞いてね。では読みます。勇敢な鈴の兵隊。作ハンス・クリスチャン・アンデルセン。昔、25人の鈴の兵隊がいました。この兵隊たちはすべて兄弟でした。みんな同じ古い鈴のスプーンを溶かして作られたからです。兵隊たちはある男の子の誕生日のお祝いに贈られたものでした。わーい、鈴の兵隊たちだ！お揃いの鉄砲にお揃いの制服の兵隊たちに男の子は大喜び。兵隊たちを箱から出すとテーブルの上に次々立たせていきました。兵隊たちは一本足の一人を除いて全く同じでした。一本足の兵隊は一番最後に作られたので、片足でしっかり立てるように作られていました。一本足の兵隊はとても目立ちました。テーブルにはいろいろなおもちゃと一緒に紙でできたおもちゃのお城が置いてありました。お城の前には木や池があって、池には白鳥が浮かんでいます。どれもきれいでしたが、一番きれいなのはお城の入り口に立っている女の子でした。この女の子も紙でできていました。素敵な服を着て、ピカピカ光る大きなバラのブローチをつけています。女の子は踊り子でした。腕を上げて片足で立っている女の子を見て、一本足の鈴の兵隊は女の子も自分と同じ片足しかないのだと思いました。あの女の子が僕のお嫁さんだったらどんなに素晴らしいだろう。女の子は大きなお城に住んでいて、僕は狭い箱の中。お嫁さんに来てもらってもあの子が入るところがないな。でもあの子と知り合いになりたいな。鈴の兵隊は女の子を眺め続けました。夜になりました。他の鈴の兵隊たちはみんな箱に入れられました。家の人が眠ってしまうと、テーブルの上に散らかっていたおもちゃたちが楽しそうに遊び始めました。箱の中の鈴の兵隊たちも一緒に遊びたくて箱をガタガタさせました。でも蓋を開けることができません。一本足の鈴の兵隊と踊り子の女の子は元のところに立ったままでした。やがて家の時計が12時を知らせたとき、おもちゃのびっくり箱の蓋が跳ね上がって、中から子鬼が飛び出してきました。女の子をお嫁にしたいだなんて無理な望みというものさ。子鬼は兵隊に言いましたが、兵隊は聞き流して黙っていました。朝になりました。小鳥たちが気持ちよさそうにさえずっています。部屋に昨日の男の子が入ってきました。一本足の鈴の兵隊だけ箱にしまうのを忘れていた。ちょっとここに置いておこう。男の子はわざわざ箱に入れるのが面倒だったので、窓辺に立てておきました。
窓は少し開いていました。男の子がほんの少し目を離した隙のことでした。夕べの高鬼の仕業か、それとも風のいたずらか、鈴の兵隊は高い窓から真っ逆さまに落っこちてしまいました。あ、一本足の鈴の兵隊がない。庭に落ちてしまったんだ。男の子はお手伝いさんと一緒に兵隊を探しに庭に出ました。二人は辺りをよく探したのですが、なかなか見つかりません。逆さまに落ちた鈴の兵隊は石の間に挟まって足を上にしていました。もしも大きな声で助けを求めれば気がついてもらえたのでしょうが、制服姿の勇ましい兵隊にはそんなことはできません。男の子は諦めて家に戻ってしまいました。そのうちに大粒の雨が降ってきました。雨が止んだ後、通りかかった2人の男の子が鈴の兵隊を見つけました。ボートに乗せて流してみようか。2人は新聞紙を折って船を作りました。そして船に兵隊を乗せてドブに浮かべ、そばを走りながら手をたたきました。ところがさっきの大雨でドブには大波が立っていました。流れも急です。紙の船は上下に激しく揺れました。波の渦に飲み込まれそうにもなりました。けれど兵隊は足を踏ん張ってまっすぐに前を向いています。船はドブ板の下の暗闇に突き進んでいきました。あの女の子が一緒ならどんなに暗くても怖くなんかないのにな。兵隊は前を見つめました。すると突然大きなドブネズミが現れて、おい、鈴の兵隊、ここを通ってもよいという許可証を見せろと怒鳴りました。けれど兵隊は黙って鉄砲を握りしめたままでした。そいつを止めろ！ネズミは大声で叫びました。でも流れはますます速くなるばかりでした。真っ暗なドブ板の下をくぐり抜けて、鈴の兵隊が乗った船はようやく明るいところに出ることができました。ところがゴーゴーと、それは恐ろしい音が轟いてきました。流れがこの先で滝になっているのです。滝はもうすぐ近くに迫っていました。船を止めることはできません。その上、波や渦にもみくちゃにされた船は水浸しです。水はますます増えて、今にも沈みそうでした。鈴の兵隊は首まで水に浸かってもしっかり立っていました。けれど紙の船は水を吸ってすっかり柔らかくなってしまい、ついには壊れてしまいました。鈴の兵隊は押し流されて滝に吸い込まれていきました。滝に落ちながら鈴の兵隊は、これでもう二度とあの踊り子の女の子とは会えなくなってしまうんだと考えました。そして深い深い水の中に沈んでいきました。すると大きな魚がやってきて兵隊を一口に飲み込んでしまいました。魚のお腹の中はドブの下の暗闇よりももっと真っ暗でした。魚はしばらくすいすいとあちこちを泳ぎ回っていましたが、急に動きが止まりました。一体どうしたのでしょう。魚は釣り上げられて店に出されました。おいしそうなお魚だこと、
今夜のお料理に使いましょう。お手伝いの女の人が魚を買って帰って料理を始めると、魚のお腹の中から一本足の鈴の兵隊が出てきました。皆さん、鈴の兵隊が見つかりましたよ。お手伝いさんは鈴の兵隊を水でよく洗うと部屋に持って行きました。驚いたなあ。家の人たちは鈴の兵隊をテーブルの上に置きました。驚いたのは家の人たちだけではありません。鈴の兵隊も声を上げたいくらい驚いていました。だって自分が窓から落ちたあの時の部屋にいるのですから。男の子もテーブルに乗っているいろいろなおもちゃも全く同じです。あの踊り子のいる紙のお城も木も池の白鳥もそのままでした。踊り子の女の子は相変わらず腕を上に上げて片足で立っていました。よく見ると片方の足を上げて折り曲げています。もう二度と会えないと思っていたのに、こうして会えるなんて。鈴の兵隊は嬉しくて胸がいっぱいです。鈴の涙を流しそうになりました。そして黙ったまま踊り子の女の子を見つめていました。ところが突然、男の子はいきなり鈴の兵隊を赤い炎を上げているストーブの中に投げ入れてしまったのです。おもちゃのびっくり箱に住んでいる子鬼が男の子にそんな乱暴なことをさせたに違いありません。鈴の兵隊は燃えながら踊り子の女の子を見つめました。女の子も兵隊を見つめました。鈴の兵隊は自分の体が溶けていくのが分かりました。それでも鉄砲を肩にかけて最後まで兵隊らしくしっかりしていました。その時、部屋のドアが急に開いて風が吹き込んできました。風は紙のお城の踊り子を舞い上がらせました。女の子はまるで生きているように軽やかに舞っていましたが、間もなくまっすぐに燃え盛るストーブの中に飛び込んでいきました。そして鈴の兵隊の横に体を並べようとしました。けれど紙で作られた人形です。たちまち小さな炎になって燃え尽きてしまいました。朝になりました。鈴の兵隊や踊り子の人形はどうしたかしら。お手伝いの女の人はストーブの灰を静かに取り出してみました。鈴の兵隊は小さな鈴のハートの形になっていました。けれど踊り子の女の子のものはバラのブローチが見つかっただけで他には何もありませんでした。おしまい。はい、今夜はここまでです。もう寝たかな？ゆっくりおやすみなさい。いい夢見てね。